かく影響がそのチームとか会社に出るっていう、その影響度をすぐ判定して入る入らない決めた方がいいと思うんですよね。なるほど。例えば1ヶ月それが続いたら、いろいろ仕事に支障出ますから、はい。逆に言うとすぐほうれん草のルールだけやっぱしっかりしてないと、判断すらできない。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術などお話ししています。興味がある方、見ていただけると嬉しいです。本日もよろしくお願いいたします。本日のテーマが、その介入本当に必要？トラブルを通じて人を育てる判断軸ということで、こちらどういった内容になっておりますでしょうか？これも質問であったんですけど、はい。トラブル対応、即座に介入した方がいいのか、部下に任せた方がいいのか、管理職としてどう判断しますかという質問でした。そんなに困ったこと僕はなくてですね。その判断軸決めときゃいいんですよ、別に。そうですね。判断軸決めとかなくても、すぐ察知できれば別にいい話なんですよね。だからこれをどう判断できるかっていうのを、なんでしょうね。問題って結構ね、イレギュラーなことですから、その問題の時にパッと判断できないといけないですからね。それをパッと聞いて判断できればいいんですけど、できない人も多くいるんで、一つはやっぱりそうですね、信用リスクがあるかもしれない時、要は、例えばですけど、じゃあ部下が、営業の部署として、会社の取引先で何か部下が失敗してしまってトラブルになったと、なりそうだという時は、例えばもうそのトラブルが場合によってはもう取引停止になるかもしれないと。取引停止になるとこの取引先ってこのぐらいの取引やるからこのぐらい損失が出るよねと。そういうのをさっと計算して、一つは損失リスクと信頼損失リスク、そういうのをパパッと考えて、これサクッと片付けた方がいいなと。自分が出てった方がいいなと。時間とコストの話、成果かける時間かけるコストみたいな話だと思うんで、これでやっぱり出た方がいいなと思ったら別に出ればいいだけですよね。あと、法令違反とか倫理問題とか、とにかく影響がそのチームとか会社に出るっていうその影響度をすぐ判定して入る入らない決めた方がいいと思うんですよね。なるほど。よくあるのがクレーム、契約トラブル、例えばなんか遅延とか、コンプライアンス違反、金銭ミス、ハラスメント、不意な働き方とかだと思うんですけど、例えばですけどなんか自分の部署に5人メンバーがいます。その5人の中で A さんと B さんがめちゃめちゃなんかこう喧嘩じゃないけどめちゃめちゃ不協和音発生しました。そういう感じだったら入らざるを得ないですよね。そうですね。確かに。入んなくても別にいいんだったら大したことないくて別にわざわざっていう話ですけど、1日2日で解決するんだったら入ることないかもしれないですけど、例えば1ヶ月それが続いたら、いろいろ仕事に支障出ますから、それだけサクッと入って確認してみたいなことは必要かもしれないし、人間関係なんか別にね、上司が関与することじゃないよねって思う人もいちゃうし、なんとも言えないですけど、ただ初期対応で例えば謝罪とか収集を誤ると拡大しやすいっていうのがあるんですよね。だから初期対応をどうするかっていうことに関しては即座に判断をちゃんとしないとダメですね。できる限りトラブルっていうのはやっぱ事前予防が一番大事なことと、起こっても即時解決、スピード解決っていうのは本来重要ですから、たまにね逆に時間をかけた方がいいこともありますけど、ほとんどの場合人間関係以外の問題であれば基本的には即時解決する方がいいと思うんで、逆に言うとすぐほうれん草のルールだけやっぱしっかりしてないと、判断すらできない、聞いてないんだけどみたいなことが起こっちゃうんで、原理原則ですけどほうれん草だけはやっぱりしっかりさせるようにしといた方がいいですよね。こんなの報告しなくて大丈夫だろうじゃなくて、どういうことは必ず報告しなきゃいけないとか、どういうリスクを発生したら必ず報告しなきゃいけないとか、そういうことはやっぱちゃんと言っといた方がいいですよね。ちょっとタイトルに戻りますけど、トラブルの介入っていうのはシンプルに2つあるんですよね。トラブル対応って2つ。1つはそのトラブルの解決じゃないですか。もう1つは同じようなトラブルを起こさないために、要は指導教育とか、逆に言うと仕組み改善とか未来の話があるんですよ。
なるほど。今の解決と未来どうするかの話があるんで、はい。この2つを考えるわけですけど、今言ってるのは今の解決をどうするか、要は上司出てった方がいいのか、部下にやらせるのかっていう話は、さっき言ったそのリスクがどこまであるかの話ですよね。今度こっち未来に向けての話に関しても、例えばこれを対応させることによって部下の成長につながるとか、これをここまでやらした方が部下の成長につながるとかって話なんで、この2つの掛け算なわけですよ。だから今の解決に対してリスクはすごい大きいことじゃなくて、対応させることによって育成の方が大きいんだったら育成機会として全部やらせることもあると思うし、9割方やらせるとか8割方やらせるとかそういうの決めればいいし、その掛け算の係数をある程度自分の感性磨いておくしかないですよね。で、判断基準を自分で作っておく。出ない選択をするときはほとんど育成機会ですよね。なるほど。影響が軽いから出ないんだっていうのも、別にリスク発生しても影響が少ないんだから、上司のその時間とコストを使っていくことのよりも、通常の上司の仕事をしてた方が、コスパもいいし、タイパもいいしってだけの話じゃないですか。育成機会だって思うことに関しても、そのトラブル対応の経験とかかけた時間かけたコストが、その人の育成に対して、育成としてのコストの方がコスパいいとか、上回るってなったら、育成機会にすればいいしっていう話なんで、そんなに難しい判断は動かないと思ってるんですけど。なるほど。確かにそうかもしれない。だから重要なのっていうのはやっぱりもう一回言いますけど、すぐに介入するのか介入しないのか、もしくは介入のレベルを0、100じゃなくてどこにするのかっていうのは、そもそも大前提がほうれん草をしっかりしてもらったんですよ。ほうれん草のルールしっかりして、情報だけはクリアにしちゃったんですよ。だからどういう場合は報告、どういう場合は連絡、どういう場合が相談なのかって話でいくと、本当に警備だったら自分で対応してもらって報告しろ。一応こういうことがあったんだよと報告しろよだし、連絡っていうのは今こういうことが起こってますっていうのを必ず連絡する。それはどういうことが起こったら連絡するのか。これ以上のことに関しては必ず相談しろよと決めておけば、こういうクレームが起こってしまいました。相談したいんですけど、すぐ来ると。それがパッと来た時に上司がそれをどうするかを判断するって話ですね。これを考えてやらないと、ほうれん草をしっかりルールを決めといてその通りまずさせることは大前提であると。それを受けた時にすぐ上司が判断するんだと。この判断軸は、シンプルに今の判断、今の解決をっていう観点に関してと、未来に対しての判断、この係数をかけて対応させる。ここまで対応させる。さっとこっちがやってしまう。みたいな判断をするってことですよね。今言ったのってちょっと分かりやすく言うと、3つの判断があると思うんですけど、シンプルに火消しが必要、もう本当にリスク高くてすぐ僕がやった方がいいと、管理職やった方がいいと思うんだったら、速やかに前線に立って被害を最小限に抑えるってことだし、いや、これ部下にやらした方が育成の機会だし、リスクもそんなないなって判断するんだったら、学ばせる後期だと判断して、もう見守る。その結果を持ってフィードバックする準備をする。真ん中ですよね。どちらでもない、もしくはバランスがあるっていった事態の進行を見ながら制御するために、ちゃんとその発生のほうれん草を受けながらも、進捗のほうれん草もこうやってやれよと言って、ちゃんと状況を把握する、ほうれん草を管理するっていう感じですよね。この3つのいずれかなんで、これを切り替えるセンスって言ったらなんかあれですけど、それがやっぱり管理者としての能力の一つ、優れたマネジメントになるか、雑なマネジメントになるかっていうのはありますよね。だから出るタイミングを見誤るとどうなるかっていうと、出るのが早すぎる場合は、出したら部下が育たないし、今度依存になっちゃう可能性がありますね。すぐ言ってきてすぐお願いしますみたいな。大体ね、人ってやっぱクレーム対応すごい嫌がるんで、クレーム来たってなったらすいません、上司に変われって言われてるんで対応してもらっていいですか、すぐ来るようになっちゃうんですよ。早すぎるとそうなるし、さっき言ったケースを見誤るといつもすぐ言ってくるようになっちゃうんですね。これ上司の仕事増えちゃうわけですよ。出るのが遅すぎると被害が拡大して、とんでもないリスク発生がする場合あるんで、出てよかったってなる場合があるんですね。なるほど。またこれも出るのが早すぎる場合は、そうさっき言ったように介入が習慣化しちゃって判断を奪うわけですよ。クレーム来たら上司に振る、クレーム来たら上司に振るって仕事になっちゃうんですね。上司もクレーム来たら俺が対応、クレーム来たらクレーム処理、俺の対応、俺の仕事だみたいなね。でもこれも遅すぎると取り返しがつかなくなる可能性もあるし、本当にいいバランスのところをタイミングを見極めるっていうのは理想なんですけど、これはもう訓練しかないですよね。そうですね。分からなかったらさらに上級の上司にやっぱり指導を仰ぐしかないですよね。
だからよく言うポイントというか、よく言うセリフとしては、いや、この件に関してはお前がやれと。ただし、こういう場面必ず報告、連絡、相談してね。この場合は報告でいい。この場合は片付けて報告でいい。この場合はちゃんと連絡常にしろ。こういう場合は必ずすぐ相談に来いと。ちゃんとパッと言って、とりあえずやれと。言いますよね。もっと言うと、僕だったら、最初の初級のメンバーだったら、それはこうやって、ああやって、こうやればいいよ。はい、やって。自分でやってって言うんですよ。終わった時に、当然解決できないからまた来ますし、解決できたら報告を来るようにして、それをちゃんとフィードバックするわけですよ。あなたで解決できたでしょと。解決できたらこっち飛んできたら、こっちが解決してあげて、それを横で見せたりとか、もしくはそれもフィードバックですね。なぜあなたが解決できなかったかって、これ本来あなたが解決できることだよと。もしくは次から解決できるようにしようね。こうしたら解決できるからと。上司が出たから解決したわけじゃないよっていう。みたいな感じで教えてたりしますよね。あとはね、失敗しても責任取るからね、ちょっとこれは自分で対応しようと。最後はね、それなりの状況になったら言いますけど。でも僕だったらね、どうやって対応しようとしてるのとかって聞きながら、本当にそれで大丈夫だとか、質問しながらね、解決と教育を、兼用しますけど、本当にやばいところでは、やっぱり率先垂範で前に出た方がいいですよ。でも普段からそれで人気取りとかしちゃ絶対いけないんで、ちゃんと教育というものも考えて、任せる勇気も時には持つと。で、ある程度、どこまでを任せるか、全振りせずに、ちゃんとその人のレベルによって、解決まで10だとしたら、5まで任せる、7まで任せる、9まで任せる、10任せる。場合によっては3しか任せないとか、理由付けを持ってやるべきですよね。なんで、本当に、僕が思うに、とにかく、でも、トラブルとかクレームとかは、人を育てる絶好の機会だと思っておかないといけないんですよ、管理職としては。そこを感情任せに、何やってんだお前この野郎って言って、さっと介入して終わらして、何もないとか、フィードバックもしないとか、そういうのはもう管理職としては罪ですから、僕からすると。なるほど。とにかくトラブルとかを通じて人を育てるっていうテクニックとかマネジメント法をしっかりと管理職がやった方がいいですね。ありがとうございました。貴重なお話。本日は、その介入本当に必要？トラブルを通じて人を育てる判断軸というテーマでお話をさせていただきました。少しでも気づき、学びがある方がいたら嬉しいです。